12日目、部屋の柱に貼っていたお守りに落書きをされました。その夜、押し入れからお腹に紐をつけた大きなヒキガエルが飛び出し、平太郎のお腹に乗ってきました。つづらのお化けだなと正体を見破り、紐を握って眠る平太郎。朝にはつづらに戻っていました。13日目の夜、みんなで相談してお化けよけのためにお寺のお宝を借りてくることになりました。召使いの男がお寺に行くことになりましたが、足が固まってしまってちっとも前に進めません。平太郎が友達の平五郎とお寺へ向かうことになりました。2人で藪のそばを歩いていると、ピカッと稲妻が光り、真っ赤な石がビューンと飛んできて平五郎の腰にズドンと当たり、平五郎がバタンと倒れてしまいました。平太郎はフラフラしている平五郎を背負って家へ戻りました。これもやっぱりお化けの仕業。14日目の夜、勝手に杵と臼が動いています。米の殻を剥いてくれればいいなと、もみ米を臼に入れる平太郎。夜中には天井がおばあさんの顔に変わり、長いベロでペロンと舐めてきますが、へっちゃらです。朝にはがっかり。夕べのもみ米は全く殻がむけてません。15日目の夜、部屋の中が真っ白になっています。上も下も糊が塗られているように、ベトベトネバネバ。怖くないから平太郎はへっちゃらですが、布団が敷けず寝る場所がありません。しょうがないので一晩中座ったまま柱にもたれて眠りました。16日目の昼、不思議なことがありました。部屋に飾っていた額から「とんとこさあ、ここにここに」と音がします。あまりにも大きな音がするので額を下ろして見てみると、ほこりだらけの刀の鞘が一つポロンと落ちてきました。なんと前になくしてしまっていた鞘でした。その夜、友達が来て楽しくおしゃべりしていると、台所に白い影が見え、しずしずと声が聞こえてきます。みんなは怖くて動けませんが、平太郎はへっちゃらです。見に行くと漬物桶が勝手に入ってきていました。これはお化けからの贈り物だ。みんなで食べよう。平太郎はへっちゃらですが、友達はへっちゃらではありません。そのうちにみんなが持っていた刀が消えてしまいました。一体どこにと探し回ると、奥の部屋の蚊帳の上に乗っています。みんなはますます怖くなり、平太郎の隣の布団に潜り込みました。さらには仏壇の前にあった香炉や机が飛び回り始めます。友達はみんなますます怖くなって耳を塞ぎました。一人は気持ちが悪くなり、隣の人の顔の上に吐いてしまいました。平太郎は2人を洗ってあげましたが、友達はみんな逃げ帰ってしまいました。17日目の昼、知り合いのおばさんがやってきました。楽しくおしゃべりしていると、たらいが一つどこからともなくやってきて、コロコロと転がりながらおばさんを追いかけ回して、とうとう追い出してしまいました。
おばさんは平太郎のいたずらだなと思い込んで帰ってしまいました。その夜、目玉がまん丸になっている子供の首が11か12ほど串に刺されてお団子のようになって飛び出してきました。串を足のように使ってあちらこちらとぴょんぴょん飛び回り、うるさくてたまりません。それでも平太郎はへっちゃらです。18日目の朝、ゴンパチがやってきました。奥の部屋が騒がしいので見に行くと、畳が全部天井に糸で縛り付けられています。畳を下ろそうとおろおろしているうちに元に戻ってしまいました。夜にはじゃんじゃんと鳴り響く大きな杖が家中飛び回りました。19日目、狩りに使う罠を借りてこようと罠を持ったウンパチを連れてきました。だけどお化けは捕まらず、ウンパチは罠をお化けにつままれ怖くて帰ってしまいました。次の朝、罠は屋根の上に投げ捨てられていました。本物のお化けだから罠にかからなかったんだ。20日目の夕方、中村さん家の召使いがぼた餅を持ってやってきました。この人があまりにも美人すぎるので、お化けだなとピンときた平太郎。帰っていく召使いを見ると、門の外でたちまち消え、持ってきたぼた餅は隣の家から盗んだものでした。これもやっぱりお化けの仕業。21日目の夜、人間の姿を映した影が壁に現れました。顔の様子がよくわかるほどはっきりと見える影です。机の前に座り、本を広げて書いてあることを音読しているようですが、何を言っているのかさっぱりわかりません。お化けの仕業は不思議です。22日目の朝、押し入れからシュロのほうきが1本一人でに部屋へやってきて、誰も使っていないのに勝手に掃除を始めました。朝にふさわしいお化けだなと平太郎はにっこり。夜には台所からうるさくて大きな声が聞こえてきました。